思考実験シリーズ。今回は、全能の存在に不可能なことはないのかという問いをめぐる全能のパラドックスを紹介するよ。この前、全知の存在が登場するニューカムのパラドックスを扱ったけど、また違う話なの？よく神の存在をめぐる議論では、全知、全能、最善という神の持つ属性が議論されるんだけど、今回はそのあたりも、後で解説していくから、ぜひ、最後まで楽しんでいってね。あるところに、最強と呼ばれ、不可能なことは何一つないと言われている男がいた。チャック・ノリスじゃんか。説明しよう。チャック・ノリスとは、アメリカの国民的俳優。その人気と超人性から、チャック・ノリスは死を恐れてなどいない。死が彼を恐れているのだ。チャック・ノリスは時計をしない。彼が今、何時何分かを決めるのだ。など彼を称えるチャック・ノリスの真実、チャック・ノリスファクトが今も作られ続けている。面白いから調べてみてね。オーバー。しかし、男は謙虚な性格だったので、人々からの称賛にもかかわらず、修行に明け暮れる日々を送っていた。ある日、男が腕立て伏せをするとき、体が持ち上がるのではなく、地球が動いてしまっていることに気づいた。男はこれでは修行にならないと考えた。そして、自分が絶対に持ち上げられない岩を生み出そう。男は、絶対に持ち上がらない岩を生み出した。よしできた。これで良いトレーニングができそうだ。さて、全能の男は、この絶対に持ち上がらない岩を持ち上げることができるだろうか？全能だったら何でもできそうだけど。ただ、岩は絶対に持ち上がらない岩なんだよ。じゃあ、そもそも絶対に持ち上がらない岩なんて作れないんじゃない？全能の男でも持ち上がらないんでしょ？絶対に持ち上がらない岩が作れないとすると、男には、不可能なことがある。つまり全能ではないことになってしまうよ。どんなものでも貫ける矛と、どんなものでも貫けない盾、まさに矛盾だね。チャンネル登録もよろしくお願いします。全能のパラドックスをまとめるとこうなる。一つ目の命題は、全能の存在は、あらゆることが可能である。これは、全能の定義だね。そして、二つ目に、全能の存在は、絶対に持ち上がらない岩を作り出せると主張する。もし、作り出せないとすると、一つ目の命題が成り立たない。三つ目に、全能の存在は、絶対に持ち上がらない岩を持ち上げられる。しかし、持ち上がるとするなら、それは絶対に持ち上がらない岩ではなくなってしまうから、二つ目の命題が成り立たなくなってしまう。全能の存在が成立するには、三つの命題すべてが成立する必要があるけれど、二番目の命題と三番目の命題が両立することはありえない。これがパラドックスなんだね。解決する方法はあるのかな？まず全能性の定義を論理的に可能な範囲に限定する方法を見ていこう。この立場では、命題1の全能の存在は、あらゆることが可能である。のあらゆることの定義に注目する。そして、このあらゆることは、論理的に可能なことに限られると主張する。つまり、全能の存在にとっても絶対に持ち上がらない岩、丸い四角形、1+1 は3。のような論理的に不可能なものや法則を生み出すことはできないということだ。この立場は、全能者も論理法則を破ることはできないと主張する。そして、全能の範囲を、論理的に可能なことに限定すると、2番目の全能の存在は、絶対に持ち上がらない岩を作り出せるという命題は成立しない。したがってパラドックスは生まれず、論理的に可能な範囲で全能の存在は、あらゆることが可能である。なるほど。ただ、なんというか全能の存在者って、キリスト教の神様みたいに、人間には計り知れないような意味で、何でもできる存在って気がするよね。マリサの言ったように、全能の存在は、論理的に不可能なことも可能にすると考える立場もある。この立場では、全能の存在者は、本質的に全能であり、論理的に不可能なことも可能となる。私たちの知り得ない全能者の論理に従うと考える。そこでは、全能の存在者は、あらゆることが可能であり、絶対に持ち上がらない岩を作り、それを持ち上げることもできる。全能者の論理では、そこに矛盾はないという立場だね。私たちが知り得ない全能者の論理を持ち出すのはずるい気もするね。何でもありになっちゃうし。そこが一番の問題だよね。全能者の論理は私たちが知り得ないのだとしたら、なんでそんな論理があると言えるのか謎だし、そもそも全能の存在者にとっても絶対に持ち上がらない岩、丸い四角形、1+1 は3。といったものが具体的に一体何を指すのか私たちには知り得ない。もちろん、私にとって持ち上がらない岩とか、丸い形、四角形、1やプラスやイコールといった、ここの意味は想像できるよ。ただ、丸い四角形という言葉が全体としてどんな事態を表すのか、その意味はわからないよね。つまり、これらが、論理的にありえないものだということだけが理解できる。
こういった点が、神のような論理的に不可能なことも可能な全能の存在者は存在し得ないという、無神論的立場からの反論の根拠にもなっている。今回は、全能のパラドックスを取り上げたけど、ここで神の属性に関する議論の見取り図を説明しておくね。まず、神については、全知、全能、最善という3つの属性を兼ね備えた存在と考えられる。1つ目の属性は、神は全知である、つまり過去現在未来を全て知っているというものだ。全知については、少し前にニューカムのパラドックスの動画の中でお話ししているので、興味のある方は後で見てみてね。そして、2番目の神の全能については、今回のパラドックスのように、全能の内容について、論理的に可能な範囲に限定するか、しないかをめぐる議論がある。3番目に、神は最善である。これは神は考えうる限り、最善の状態にこの世界を作ったということを意味している。これら3つの神の属性について、無神論の立場からは、それぞれの属性に矛盾が含まれている。例えば、3つ目の神が最善の世界を作ったが正しいとすれば、なぜ悪は存在するのかという疑問が生じる。この点をめぐる議論はたくさん存在するので、また別のパラドックスを紹介するときに、説明するね。あるいは、仮に3つの属性、個別には問題はないと認めたとしても、3つが同時に成立しないから、神は存在しないという議論もあるよ。なるほど。無神論にも色々な立場があるんだね。同じように有神論的な立場もいくつか存在する。代表的なものだと、理神論は合理的に神の存在を肯定する立場で、論証によって、神の3つの属性が成り立ち、両立することを示そうとする。今回の全能性の定義を限定する議論なんかは、この立場だね。次に、不可知論の場合は、神の3つの属性はおそらく正しく、両立するかもしれないが、私たちの限界ある理性では、そこに到達し得ないと考える。懐疑的な傾向の強い不可知論は、無神論的な立場に近づくから、同じ不可知論でもかなり違う立場もある。少し慎重な立場なんだね。ちなみに、海外で自分が特定の信仰がないという意味での無宗教であるのを伝えるのに、無神論じゃ、エイテイストの方を使ってしまうと、積極的理由で神がいないと信じている人という意味になってしまうから、特定の信仰がなければ、アグノスティクの方を使った方が良いね。まあ文脈によるけどね。職場で聞かれるのであれば、有給休暇をどんな祝祭日に合わせてほしいのか、聞いてる可能性もあるから、意図をちゃんと確認した方がいいね。そして、3つ目の信仰主義では、信仰と理性は独立したものである。故に、神の3つの属性について、理性によって論じることは、意味をなさないと考える。不合理なるが故に我信ずと主張したテルプリアヌスや、神の信仰への賭けの議論を展開したパスカルなどが有名だね。不合理なるが故に我信ずは聞いたことがあるね。この言葉は、実際には神の子が死んだということ、これはそのまま信ずるに値する。なぜならそれは不条理だからだ。そして、墓に葬られ、彼は復活した。この事実は確かだ。なぜなら、それは不可能だからだ。という言葉で、後の解釈で作られたと言われているよ。最後に、今回紹介した全能のパラドックスが面白い形で使われていたアニメ、サイコパスについて、ちょっと紹介するね。第1期終盤のネタバレを含むから、未視聴の人で、ネタバレが嫌という人は、ここで視聴を止めてね。了解だよ。この話は、人間のあらゆる心理状態を数値化するシビュラシステムのおかげで、ストレスコントロールから、自分の最適な職業まで決まる近未来が舞台なんだ。そして、人々の犯罪傾向を未然に察知する犯罪係数が規定値を超えると、潜在犯として裁かれるため、犯罪が存在しない世界でもある。これは、ディストピア感があるよね。当初、シビュラシステムはコンピューターだと思われていたんだけど、実は感情なく殺人を犯す凶悪犯を含むサイコパスたちによって構成された集合値システムであることが判明する。全能の存在シビュラシステムが、本来裁くべき対象をシステム内に内包している自己矛盾をどう解決するのか？そして、シビュラシステム自体の正義を裁く基準は存在し得るのか？全能のパラドックスの議論をうまく活かした話なんだ。まさかの展開だよね。気になった人はぜひ、作品も見てみてください。今回紹介した全能のパラドックスや神の属性に関する問題は、英語圏の分析哲学の中で、宗教の哲学として盛んに議論されています。ブライアン・デイビスさんの宗教の哲学入門と、日本語で読める本としては、上田義則さんの神という謎が哲学にあまり馴染みのない方でも理解できておすすめです。今回も、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。この動画へのご意見や、今後扱ってほしい話題なども、ぜひコメントお願いします。このチャンネルでは、今後も思考実験や、哲学や心理学、学習関連の動画を上げていく予定です。高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。
それでは、皆さん、お元気で。またねー。